よいしょ。こんにちは。昨日の夜塩水でも飲んだのっていうぐらい顔がパンパンですね。はい、すいません。4月の19、20の2日間ですが、愛知県の大府市にある元気の里というところで植物イベントがございまして、そちらでの購入品紹介になります。食欲低下してたんじゃなかったのかいよっていうね、内容ですね。てんこ盛りですね。もともとこのイベントには裏方スタッフとして参加させていただいたんですけれども、私のお手伝い任務ですが、記録係としまして村上園芸さんの村上さんが主催のイベントでして、村上さんからスマホ録画機材を渡されて、それを一日中イベントの様子だったり、どんな植物が並んでるかだったり、あとは生産者さんのインタビューを撮ったりなどなど記録をするという初めてのねイベントだったので、記録を撮ったっていうのもあったと思いますし、もしかするとそれを YouTube で使うよっていうことだったかもしれないので、きっとイベントの様子は村上園芸さんの YouTube チャンネルで、もしくは全く違ったらごめんなさい、最初から言っときます。違ったらごめんなさい。浅岡園芸さんも YouTube 撮影されてたのかなと思うので、いつ上がるかとか、もう本当に上がるかどうかも分かんないので不確定な情報発信になってしまうんですけれど、浅岡園芸さんの YouTube か村上園芸さんの YouTube でイベントの内容が見れるんじゃないかな。期待しましょう。私は一切プライベートのカメラ回してもいないです。うっすということで始めますの前にね、聞いて決してフライングはしてないですし、先走って買ってもないですよ。イベントのお手伝いとして来てるので、まずは来ていただいたお客様が手に取って買っていただくっていうのが一番だと思うので、ずっと20日の日曜日の夕方、そうですね、3時が終了時刻だったんですけれど、2時ぐらいからかな、それまではずっと1日目も2日目も買うな売れ残れ誰も買うんじゃないぞってこれらにね念を送っておりまして、やはり狙っていた株はほとんどなくなっていたりだとか、あとはさっきまであったのに惜しかったぜっていうのもあったりだとかありましたが、一応私がゲットしたかったものっていうのを紹介していきます。あとね会場で私のことを見た方ね、一点見つめて座ってコーヒー飲んでるとことか、あとはうろうろしてるとこ見た方いらっしゃると思うんですよ。仕事はしてないかもしれないんですけど、理由がありまして、一応そこだけ言い訳させてください。村上さんからね渡されたスマホのその機材なんですけれど、充電があっちゅう間になくなるんですよ。ありがとう村上さんっていう撮って撮影してふらふらこう撮ってると、気づいたらバッテリーがありませんってなるんで、また充電してって言ったらね、またねそのね充電もねむっちゃ遅いんですよ。ありがたいことにありがたいとか言っちゃダメ。なので撮影してる時間よりも充電してる時間の方が長かったので、お手つきになったからうろうろしてたりコーヒー飲んだり、あとは、ベラベラ喋ったりしておりました。弁解だけさせて。一応充電中だったわけっていうことなんですが、はい、余談はこの辺にしまして、まずどれからご紹介しようかな。先に言っておきますよ。決してこれ賄賂とか
じゃないよ、自分で買ってきたやつですよ。欲しいなと思って買ってきた商品なので、すごく宣伝チックになるんですけど、せっかくなので生産者さんの名前もお伝えした方がいいんじゃないかなと思って発信するっていう内容なので、決して違うよ、宣伝じゃないからね。こちらからいきましょう。木村園芸さんのアンスリウムビッタリフォリウム。木村さん、ここ最近この黒色のタグに変えてますよね、木村さん。このビッタリフォリウムなんですけど、私1年半2年ぐらい前にネットショップで、知らないところのネットショップでビッタリフォリウムを買ってったんですけど、365日絶不調なビッタリフォリウムで、土がダメなのか太陽なのか水やりなのか、もう試行錯誤して約2年間ずっと、むしろいい時がない365日悪いまんまっていうビッタリフォリウムを購入しておりまして、つい先日一応まだかろうじでは生きちゃいるがっていうのがあるんですけれど、やはりこのね、長くてネクタイのような葉っぱ美しいですよね。これがね欲しくてね、ちょうど12月、去年の12月、木村園芸さんの木村さんのところでイベントのお手伝いをした時もね、このビッタリフォリウムなんですけど、その時に知った事実があって、木村さんのねビッタリフォリウムはね、すっごい丈夫な株でしっかりしているのと、あと安定して葉っぱが出ているっていう、この状態でね売ってるんですよ。私その前購入した365日絶不調のビッタリフォリウムなんですが、届いた時点で株元がすでにグラグラだったりとか、って思う部分があったんですが、この木村さんのビッタリフォリウム、昨年の12月に出会ってから、おや木村さんの株ちょっと違うじゃん、なんかえらいしっかりしてるじゃんということで、その時はまだギリギリ365日絶不調ビッタリフォリウムがあったので、購入迷ってる間にポン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 売れてってしまって購入ができなかったのと、検討中っていうのがあったんですが、今回もイベントで木村さんがこちらを持ってきていらっしゃって購入してきました。1日目完売しちゃって、午前中に買えんかったと思ったら2日目補充してくださってね、最後の最後で駆け込みで購入することができました。これはマジでおすすめ。木村さんのビッタリフォリウムはね、もう根元ぐらつかないし、これはマジでマジでとか言っててこれは私自信持って言えます。その365日不調のビッタリフォリウムをいろんなお店で並んでるところを見て、何が違うのかなとかっていうのを研究してきたんですけど、木村さんのが一番強い、株の根元がっていうところで、買うならこれだなって思いましたすごい前置き長くなっちゃったけど、宣伝じゃないけどずっと欲しかった木村さんのビッタリフォリウム。こちら1つ目、置く場所が意外なチョイスなんですけど、広野園芸さんのアイビー、外の園芸用のアイビーも買ってまいりました。一応やる詐欺で全然やってないんですけど、私の草だらけのお庭をね、ちょっとずつ綺麗にガーデニングしていこうかなと思っていた矢先、この白雪姫シリーズ、雪の花っていうのかな、品種登録って書いてあるんですけど、えらい可愛いじゃないの。私全く外の植物わかんないですけど、もうインスピレーションでこれだと思って買ってきた。でもどれから説明していいかな。外もう一個ある。これはこれも外のコロニラ
バレンティナ・バリエガータっていう黄色いお花が咲く園芸種なんですけど、この家に住み始めた時にこちらを外に植えてたら1メートル40センチぐらいの大株になって、春になると黄色の花をもうブワーッと咲かせて立派だったんです。立派だったんです立派だったんですいつの間に書かれちゃってね。こっちから行くか。はい、じゃんじゃじゃん。これね、なんだった、名前忘れちゃった。タグがない、忘れちゃったな。ブルーレインボーなんちゃらファンなんだったかな。これはですね、20日の富永植物さんっていう生産者さんのところで購入してまいりました。これは実家の母が庭に植えていまして、冬になると枯れてなくなるんですけど、春先になるとね、青光りしてすごく綺麗な葉っぱが出てくるっていうところで、母は外でやっていたんですが、室内でもいけるよっていうことを聞いたので、今回チャレンジ購入してみました。同じく富永さんのところで、こちらペペロミア、名前はアングラータ釣ってもいいし、陶器鉢でもいいし、ペペロミア。ただね、私の動画でペペロミア見ないと思うんですけど、ペペロミアのからしの常習犯なので、ちょっとなペペロミアどうしようかななんて思ってたんですけど、実際に見てたらいつの間にかお会計してましたお会計してました。こちらも富永さんのところで、スイカペペも迷ったんですけど、こっちにした。なんだった？ペリオニアプルクラ。このね、暗い感じと柄と、あと質感がね、マットなベルベットな感じがするのと、茎がね案外太いのでこうなるんですけど、真下に垂れるというよりかはこう出るのかななんて思いながら、釣り鉢もあって悩んだんですが、小さいポット内から育ててみたいなと思ってこちらを購入してまいりました。そしてボブズガーデンさんというブースで購入してまいりました。しまった、名前がグリーンドラムだったかな。後で調べて後ほどご案内します。かわいいですね。で、今の時期だとまだ色が薄いんですけど、時期によっては濃くなる時もあるということで、この案外硬い感じっていうんですか、丈夫な感じ、こう上に行く感じ、下に行く感じ、ディスプレイでは少し垂れたのもあったり、上にシャキーンってなったのもあったり、どうやって楽しもうかなと悩み中ではございますが、これを購入してまいりました。これがボブズガーデンさん。そしてボブズガーデンさんで外の寄せ植えも後で撮ってきますね。すごく素敵なね寄せ植えを、外のガーデニングの寄せ植えを作ってらっしゃったので、それをねはい、あと次、みやび園さん、 SNS など全くされていないそうなので、なかなかね情報はつかめないですけれど、みやび園さんでこっちも意外なチョイス。ペペロミアニパドラ、多肉感があってプリンプリンでね、なんて説明しようかな。いやもうペペロミアはね、私ね下手くそだから枯らすよなんて言ってたら、これは丈夫な方なんでやってみてくださいというね熱い思いに応えて挑戦しちゃうよ。ペペロミアニパドラ
プリンプリンでちょっと多肉感があるというか、多肉のところに並んでたら多肉かなって思っちゃう勘違いしちゃうの私だったらと思うんですが、近年ホームセンターだったりとかの園芸店とかでも見かけることがあったんですけど、ペペロミアっていうだけでちょっとやめとこうかななんて思ってた私にとってはね、チャレンジ株です。これは強いとのことなのでいっちゃってみましょう。そして北浦園芸さん、フィロデンドロンヘデラカムバリエガータ。ほらかわいいだろう。これはフィロデンドロンなんですけど、クリームスプラッシュとか何でしたっけ、なんだっけこうなってるさ、ブラジルとかクリームスプラッシュとかあんな感覚で吊るして垂れるような感じで育てたいなと思って購入してまいりました。道のりは長いですけれども、こちらフィロデンドロンヘデラカムバリエガータ、北浦園芸さんね。もう一つ北浦園芸さん変わり種多くてテンション上がったよね。こちらアロカシアオラニですね。これもねいい株並んでたんですけど、最後の最後もう一鉢これをゲットしてまいりました。アロカシアもう買わないって決めてたんだけどな、買っとるかな。縁のフリル、ひらひらのフリルとベルベット感たまんねえと思ってこれを購入してまいりました。オラニです。今回符が入った系多いですね。登らせ案件、ラフィドフォラプベルララフィドフォラプベルラです。よいしょ。これ登らせ案件なんですけど、登ってったら穴開きますよっていうことで、もう何なのモンステラなの何なのなんて話してたらラフィドフォラですって言われたんでなんだろうね、よくわかんないけど符の入り方といい、これが割れてくるとなるとちょっと楽しみじゃんと思って、黄色のっぽい符から始まり最後白っぽくなるのかな、時間をかけて白っぽくなるのかな。これを購入してまいりました。そして最後じゃない私園芸の品種外のものも今回買ってるの、今ここ持ってきてないんですけど、ワイルドフラワーさんっていうところでオジプランツ1つ、そして浅沼園芸さん20日の日1日出店の浅沼園芸さんのところでもみの木1つもみの木シンボルツリーにしようと思って、もみの木っていうと結構とっちらかるっていうイメージがあったんですけど、綺麗にクリスマスツリーみたいになってくよって言われたからさ買っちゃった。浅沼園芸さんのもみの木1つ、こちら後で写しますね。新芽が可愛いもみの木買っちゃった。そして最後稲工芸さんの女性のね有名な稲工芸さんのホヤプビカリクスシルバーゴースト。ホヤに関しては次の動画か次のぐらい、この1個2個ぐらいの間にホヤの YouTube を撮りたいなと思ってるので、そこで詳しくご案内できればなと思っているんですが、ホヤ順調にゲットしております。さすが稲工芸さんなんですが、
綺麗だなと思った株が別に悪口とかじゃないんですよ。他の生産者さんの悪口とか他の植物がうんぬんじゃなくって、女性ならではこういう性別のねあるでしょ、男女の話とかでもなくって聞いてほしいのが、私が注目したのは女性ならではのきめ細かい綺麗さがある苗がとっても並んでるなと思いまして、村上園芸さんのね、その村上さんに頼まれてるお仕事で植物を撮ってたんですけど、最初に稲工芸さんの動画を植物をこう撮ってたんですね。その時にすっごい綺麗だったんですよ。カラフルなとか色合いもそうなんですが、一個一個がね丁寧だなっていう印象があって、今回これもねやっぱり丁寧だなって思いました。どのあたりが丁寧っていうのはこの私の五感で感じてる丁寧さなので説明がつかないんですけど、女性ならではのきめ細かい作業っていうんですか、この他の商品もそうですけど、綺麗だなって思いながら動画を撮影していて、この読んでたからねこのシルバーゴースト、一瞬家の中にシルバーゴーストあったかなと思ったら、私ノバゴーストを持ってたので、これ持ってない品種でした。綺麗だね。このエメラルドグリーンがいいですね。あとやらしいとかっていう宣伝とかじゃないんですけれど、以前私がベゴニアのフートエンシスをご紹介した時に、どこに売ってんの、どこに在庫があるの、どこの生産者さんなのっていうのをすごく問い合わせがあったので、こういう機会にはね極力聞くようにしたいなと思いまして、稲工芸さんで聞いてまいりました。これ YouTube でさせてもらいたいんですっていう話で、すいませんお問い合わせがあった時に在庫とかどこで買えますかっていうことを、イベントだけじゃなくてどこで買えますかってことを聞きましたところ、稲工芸さんのネットの方で販売ができるそうなので、インスタグラムだったりとか検索ワードに稲工芸販売みたいなものを入れてもらうと、なんだかんだしたらたどり着けるんじゃないかな。こちら購入できるかと思います。後で写しますが、アップで見てもらうとよくわかると思います。スプラッシュ感とこのエメラルドグリーンがたまらんぞい。これはまたおいおい詳しく紹介していきたいと思います。あとね、木村さんもね一応聞いてきましたよ。このビッタリフォリウムまだ在庫ありますかって。あるよっておっしゃってたので、おかげさまでどこに売ってますかとか手に入らないんですっていうことを聞かれることがとっても多くなってきたので、直接お話しする機会がある時には在庫ありますかとか、どこのお店に流してますかとか、どこのお店で買えますかとかいうのを生産者さんに聞いたり、どこでゲットできますかっていうのを聞いたりするように最近してます。ということで本日は購入品紹介をさせていただきました。この買った植物に関してはぼちぼち植え替えをしながら、急がず焦らず植え替えをしながら YouTube で発信できればなと思っているので、この後は一つ一つ移していきます。ほいじゃ忘れないで、5月4日イギヤマガーデンのイベントいるから予約忘れないでっていうのと、いよいよ来週ですね、花友フェスタ in 幕張で森岡園さんのブースでお手伝いをするので、ぜひぜひ遊びに来てください。こちら花友限定のモジャックマフィギュアです。メイドインジャパン、日本製と足の裏に入っているんですが、これね可愛くて、もちろん無料さんの植物も買ってくださいね。こちらカチャンとはまるようになっておりまして、こんな感じで一緒に飾るフィギュアだったりグッズだったり、あとは植物もたくさん購入できますので、ぜひぜひ遊びに来てください。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。あてててててて。